こんにちは、熊谷ゆかです。フリーのイラストレーターをしております。今回は解説付きイラストメイキング動画を初めて作ってみました。至らない点などあるかもしれませんが、参考になりましたら嬉しいです。この動画では主にオーラフ、ラフ、色ラフ、線画、塗り、仕上げの6つの段階に沿ってイラストの描き方を解説していきます。まずはオーラフです。私はこんな風にアイデア用のキャンバスを個別に作っていて、日頃思いついた良さそうなアイデアを文字や絵でメモしています。今回はこの絵を描きたい気分だったので、改めて新規キャンバスを作成し、レイヤーをコピー&ペーストしてこのオーラフをもとにラフを描いていきます。ラフをより詳細にしていくイメージで、気になるところを消しゴムで消して書き直すという作業を繰り返していきます。一から書き直すよりもオーラフのイメージを残しつつ線をきれいにすることができるような気がするので、このやり方が気に入っています。全体の雰囲気を線でつかめたら、次は色を置いていきます。線画レイヤーの下に新規レイヤーを作成し、ミリペンや G ペンのような不透明度 100% のブラシで固有色を置いていきます。ちなみに線画レイヤーのレイヤーモードは定山にしています。定山にすることで、今回のように暗い色を塗っても線が埋もれずに済みます。固有色を塗り終わったら、色塗りレイヤーの上に定山レイヤーを追加し、イラスト全体に影をかぶせていきます。次にハードライトレイヤーを追加し、光を描写していきます。光を入れるとき、加算発光レイヤーを使う方もいると思いますが、個人的に加算発光レイヤーは私の絵には少しコントラストが強すぎる気がして、ハードライトレイヤーを好んで使っています。ここでこの絵のテーマについて少しお話しします。今回描くのはガルシアちゃんというオリジナルキャラクターです。私が個人制作として行っている潔白のウォーリアーという創作があるのですが、その中の登場人物の一人です。潔白のウォーリアーは命と引き換えに魔力を手に入れた少年少女たちの日常を描いたダークファンタジーですが、ガルシアちゃんは魔法学園に通っている黒髪ツインっての可愛い女の子で、主人公のライバル的ポジションにいる子です。それでこの絵のテーマですが、ガルシアちゃんは血のつながりのないお兄ちゃんに片思いをしていて、いつも孤独を感じています。そのため夜になるとこうしてたった一人の友達である黒猫と戯れて寂しさを紛らわせています。これはあくまで自分の中だけの設定なので、背景を知らない方には魔法使いの女の子が寂しさを抱えているというニュアンスが伝わればいいなと思い、あなたも一人ぼっちなんだねというタイトルをつけました。こんな風に一枚絵を描く際、より細かい設定を考えてみると、絵に深みや説得力が生まれると感じます。ちなみにこれは個人制作潔白のウォーリアーの詳細をまとめたホームページです。概要欄に URL を貼ってみたので、気になる方は覗いてくれると嬉しいです。完成のイメージがだいたいつかめたので、線画に入ります。ラフレイヤーをコピーして下のレイヤーのみ下書き設定にします。上のレイヤーをそのまま活用して線をクリーンアップしていきます。ラフは雰囲気重視で心の赴くままに手を動かしていましたが、ここではデッサンやバランスなどを気にしながら慎重に線を整えていきます。デジタル勢の特権である変形ツールなども多用していきます。
切なさの混じった自重気味な笑顔が描きたくて苦戦しています。顔周りを整えましたが、前段階のものが気に入ってボツにしました。こんな風に描いてはみたものの気に入らなかったということが結構あるので、レイヤーは頻繁にコピーし、予備として取っておきます。ラフレイヤーをそのまま線画に利用するのは、その方がラフの雰囲気を維持したまま味のある線画が描けるような気がするからです。ようやく塗りに入ります。まずキャラクターと黒猫の下塗りをしていきます。隙間なく囲って塗るツールというツールを使っているのですが、とても便利なのでおすすめです。下塗りが終わったら、レイヤーの透明ピクセルをロックして、改めて固有色から塗っていきます。透明ピクセルをロックすることで、はみ出さずに塗ることができます。先ほど描いたラフをサブビューに移し、そこから色をスポイトで取って塗っています。柱や柵の線画を描き、先ほどと同じように下塗りをし、固有色を塗っていきます。下塗りレイヤーの上にライティング用の新規通常レイヤーを作り、ラフからスポイトで色を取り、改めて光を描写していきます。肌に血色感を出します。この作業はキャラクターを可愛く見せるために必須の作業です。画面が寂しいのでバラを追加しました。下塗りレイヤーとライティングレイヤーを統合し、気になるところから整えていきます。ブラシですが、線画はザカペン、下塗りはミリペンや G ペン、ライティングは濃い水彩や柔肌ブラシ、画質は濃い鉛筆、質感が欲しい箇所はドライクランプスや水彩境界のついた濃い水彩を主に使っています。反射光を描写していきます。空の青色をスポイトで取り、ドライクランプスを使い、人物となじませながら塗っていきます。こうすることで画面全体に色の統一感が出ます。建物も詳細に描写していきます。ガルシアちゃんの髪の毛を詳細に描写していきます。より立体的にかつ透明感が出るように塗っていきます。奥にある髪の毛の付け根を手前の髪の毛よりも薄く塗ってあげると遠近感が演出できます。右上から風が吹いているようなイメージで髪の毛に動きをつけつつ修正していきます。全体的に静の印象のある絵ですが、髪の毛の動きで画面に動きをつけようとしています。髪の毛の描写には水彩境界付きの濃い水彩が役立ちます。縁が濃くなるので髪の毛束感を表現するのにぴったりです。髪の毛に限らず奥にある物体は薄く塗ると遠近感を出すことができます。
人物レイヤーの下にソフトライトレイヤーを追加します。エアブラシでガルシアちゃんと黒猫の周りを囲うように塗っていきます。こうすることで人物を背景から浮き上がらせ目立たせることができます。今度は人物レイヤーの上にソフトライトレイヤーを追加し、人物の中でも奥まっている箇所を同じようにエアブラシで塗っていきます。一通り描き終えたら仕上げの段階に入ります。書き込みが足りない部分をひたすら加筆していきます。加筆が終わったらすべてのレイヤーを結合し、色の微調整に移ります。トーンカーブを使い、明るさやコントラスト、色の温度などを調整していきます。全体の空気感を追加します。スクリーンレイヤーや定山レイヤーを使い、一番絵が綺麗に見えるように試行錯誤していきます。また気になるところを加筆していきます。オーバーレイで顔周りを少し明るくし、ガルシアちゃんに目線が行きやすくなるようにしました。スクリーンレイヤーと定山レイヤーを使って服の模様を描いていきます。最後の調整です。すべてのレイヤーを結合した完成イラストにアンシャープマスクをかけます。フィルターをクリックし、シャープからアンシャープマスクという項目を選びます。すると画面のようなウィンドウが出てくるので、半径を1から5、強さを10から50、域値を1から5程度に設定し OK を押します。アンシャープマスクは絵をくっきりと見せる効果があるので、気に入って使っている機能の一つです。次に画面全体にノイズをかけていきます。すべてのレイヤーの一番上に新規レイヤーを作成し、白で塗りつぶします。同じくフィルターをクリックし、描画からパーリンノイズという項目を選びます。こんな風にノイズが現れるので、スケールという項目をいじって自分の好みの粗さに設定したら OK を押します。レイヤーモードをソフトライトレイヤーにし、透明度を下げます。10から 20% くらいがおすすめです。ノイズをかけることで画面にザラッとした質感を追加でき、絵にアナログ感を出すことができます。